不動産屋さんの階段へようこそ。これは K さんという関西地方にお住まいの男性の方から聞いた奇妙なお話です。今から数年前、K さんは某療養施設で調理師の仕事をしていました。詳しい場所や施設の内容などは明らかにできないのですが、一般の療養入居施設だと受け止めていてください。そこは食事付きの施設でしたので、K さんはその食事の用意を担当していたそうです。そういうわけである日、K さんは施設の栄養士さんと食事の内容などの業務の打ち合わせをしていました。栄養士さんは40代ぐらいの女性で、K さんより長く施設に勤務していました。栄養士さんは早速 K さんに入居者の表のリストを見せながら、一人一人食事の内容や要望などを説明していきました。〇〇号室の鈴木さんはご飯を柔らかくしてほしいそうです。次の〇〇号室の佐藤さんはお肉があまりお好きじゃないようです。K さんはなるほどなるほどと聞きながら、その栄養士さんの手元のリストを見ていたそうです。するとそのリストの部屋番号の欄にふと目が行きました。というのも、そのうちの一つの部屋番号の欄に〇〇9号室近畿と書かれていたのです。その部屋番号の隣だけに近畿という不吉な文字が書いてありました。禁忌とは世の中でタブーとされているしてはいけない言動習慣などを意味します。K さんはあれ、どうしてこの部屋だけに禁忌って書かれてるんだろうと不思議に思いました。それが気になりだし、K さんは栄養士さんの説明が頭に入らなくなってしまったそうです。そこで K さんは栄養士さんの話を遮って、ちょっとすいません、これ何ですか？この禁忌って、とリストを指して尋ねました。すると栄養士さんはかすかにハッとした表情で、ああ、これね、と含みを持った言い方をしました。そして眉間に少しシワを寄せて、よくわからないんですよ。ずっとこう書かれているんです。と困った感じで答えたそうです。K さんはそのわからないという返答に興味が湧きました。確かにこういった療養入居施設によっては不吉な数字と思われている249などの意味数を避けて表記しない場合があります。そこで K さんは、そういった方位とか意味数のような縁起を担いだ意味合いなんでしょうかと聞くと、栄養士さんは、いいえ、そんなことは全くないですね、この施設では、という答えでした。でも K さんはひょっとしてと思い、じゃあそもそも〇〇9号室はないんですかねと聞いてみました。すると栄養士さんも妙に思っているようで、いや、ちゃんと〇〇9号室はあるんですよね、と言ったそうです。そして、でも〇〇9号室はずっと使わないようになっているんですよ。私はここに7年勤めていますが、一回もその部屋が使われているところを見たことがないんです。と不可解そうに言いました。栄養士さんのこの釈然としない説明には、あまり〇〇9号室に関心を持たない方が良いという感じがありました。それでも K さんはますます興味津々になりました。もし部屋に修理が難しい故障があるなら使用不可と書くはずで、何も禁忌などという不吉で意味深な言葉を使う必要はないので、これは何かあると考えたそうです。ただこの施設は療養が目的ですから、たとえ従業員でも持ち場が違う場合は勝手に部屋を行き来はできないので、Kさん自身でその部屋を確認することはできませんでした。
そこで施設に長く勤めている気心知れた職員に K さんはそれとなく○○9号室の話題を出して聞いてみることにしました。すると職員は「ああ、そこね」と一瞬困ったような表情で言いました。そして意味ありげに「あの部屋は使わないね」というので「それはどうしてですか?」と率直に聞いたそうです。ところがその職員は禁忌とされているその意味もどうして使わないのかも全く知らないということでした。でも K さんは誰かが知っているのではと思い、その後○○9号室のことを聞ける機会があれば他の職員たちにも尋ねてみました。ところがどの人に聞いても禁忌と記す意味がわからない、なぜ使われないのかも知らないという同じ回答でした。そして K さんはこの話題はタブーなのかもしれないと思い始めていました。ところがそれからいくらも経たないある日のことでした。K さんは仕事が終わり帰りがけに警備員さんと雑談をしている時、ちょうどその警備員さんにも○○9号室の話題を振ってみたそうです。するとそこへたまたま通りかかった施設職員の男性が2人の会話を聞いて「K さん、あの例の禁忌の部屋の話ですか?」と聞いてきました。K さんは「はい、そうなんですが」と答えると「○○9号室でしょ？なんだったら中見てみますか？」そういうではないですか。K さんは意外な展開にとても驚きました。その職員さんは古株の男性で、長くこの施設に勤めている人で、施設内のことは熟知していました。○○9号室は普通の部屋ですけどね、ということでしたが、K さんはお願いしますと頼みました。そこで古株の職員さんは K さんをその部屋に連れて行ってくれました。確かに廊下から見た部屋は普通で、職員さんは持っていた合鍵で簡単に開けてくれました。そしてどうぞと言われたので、中に入るや否や、K さんは驚いたそうです。彼の中では埃だらけの薄暗い部屋を想像していたのですが、中は明るくきれいに清掃が行き届いていたのです。一人か二人が入居できるくらいの広さで、車椅子での使用ができるトイレがあり、お湯を沸かせるくらいの小さな IH コンロもあり、クローゼットも備わっていました。つまり誰も入居していないのが信じられないくらいの好条件でした。K さんは思わず「誰も使用していないなんてもったいないですね」と言いました。するとその職員さんは「いやー、この部屋はリネン室として洗濯物を置いたりするのにたまに使用していると聞いていますよ」というのです。K さんは「だったらなぜ禁忌の部屋となっているんでしょうね」と聞きました。職員さんは「そうなんですよ。ですから禁忌というほど開かずの間ではなく、どうしてそう呼ばれるようになったかわからないんですよね」という答えでした。そこで K さんは確信をつくように「この部屋で過去に幽霊が出たとかおかしな現象があったとかではないですか?」と聞いてみました。するとその古株の職員さんは一瞬言葉が詰まりましたが、すぐに確かに過去にこの部屋で心霊現象があったとは聞いていますね」と言って黙ってしまいました。K さんは内心やっぱりと思いました。そしてそれはどんな心霊現象だったのだろうと思い、詳しく尋ねようとしたところ、古株の職員さんはそれを察したのか
でもそれを言ったら〇〇9号室に限らず他の部屋でも施設内ではおかしな現象は起きることがあるからねという話でした。確かに病院や療養施設ならいちいち心霊現象が起きたからといって騒いで部屋を使用禁止にすることはありません。K さんもこれ以上突っ込んだことを聞いてもどうせわからないといういつもの答えしかもらえないだろうと思い、話はここで終わろうとしたそうです。するとその古株の職員さんはなぜか唐突にK さん、これから話す話はどの部屋であったことかは知りませんが、かなり前に起きたことです。と前置きをして不可思議な話を始めました。この療養施設には災害時の警報器があるそうです。現在設置されている警報器ですが、警報音はうーうーうーという低い音で鳴るのが一般的でした。ただ一箇所だけ旧式の赤い警報器が残っていて、その音はというけたたましいものでした。さてそんなある日のこと、ずっと元気だった入居者の一人の容体が突然悪化し、急遽施設から病院に救急車で移送されることになりました。無事その入居者は病院に入院し、応急で一命は取り留めたということで、施設の職員はほっと胸をなで下ろしました。そしてそれから数日してからだったそうです。例の旧式の方の赤い警報器だけが突然鳴り出しました。今まで一度も鳴ったことがなかったのに、いきなり奇妙な鳴り方をしたといいます。それは小刻みに間隔を空けて、という聞いたこともない規則性を持って鳴り出したということでした。職員らはこんな鳴り方は絶対にしない警報器だったので驚きました。なんだ故障かなと職員が騒いでいると、電話が鳴り病院からの連絡で、運ばれた入居者が亡くなったという知らせが入りました。その知らせとともに不思議にも警報器はピタッと鳴り止んだそうです。施設のみんなはあの人の霊が一度この施設に戻ってきて自分の死を知らせたのかもしれないと話していたそうです。さてそんな不思議な話を古株の職員さんは話し終わると、急にさあ出ましょうかと言って K さんを促し、廊下に出て〇〇9号室の扉を閉めました。すると鍵がかかったその瞬間、K さんはハッとしたそうです。彼の脳裏に真実がひらめいた感じがしたのです。K さんはその亡くなった人の部屋ってこの〇〇9号室だったのではないかと思いました。そしておそらくその後、亡くなった人が入っていたこの部屋に新たに別の人が入居することになった。でもどんなに元気な人でもこの部屋に入るとすぐに亡くなっていくということが何回も続けて起きたのではないかと推測しました。ひょっとしてその入居者が亡くなるたびに警報器も同じように例のおかしな鳴り方をした可能性もあります。度重なる偶然の不幸に当時の施設側の人たちは不吉で気味が悪かったはずです。いつしか〇〇9号室がまるで呪われた部屋のように受け止められていったのかもしれません。もちろんすべて推測ですが、もしそういう理由で入居者を入れることができなくなり、〇〇9号室が禁忌と記されるようになったのなら、K さんは納得ができました。きっと古株の職員さんがあえて警報器の誤作動の話をしてくれたのは、
アンに近畿の部屋のタブーを教えてくれたのかもしれないと K さんは思ったそうです。ですから K さんはこの日以降、〇〇9号室を話題にすることをやめたということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。